はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、私も購入して納車待ちのランドローバーディフェンダー110、こちらのですね、初期の特別仕様車キュレイテッドスペックというののね、試乗してきましたので、まず今回はエクステリアと内装編からお届けしたいと思います。ディフェンダー110は5ドアですね。こちらの車両本体価格は589万円からとなっていますが、キュレーテッドスペックというのはね、ある程度決められたオプションが標準装着となった状態で売られていると、こんな感じでね、124万円ぐらいのオプションがついているという形になっています。さらにですね、こちらの試乗車はですね、エクスプローラーパックという 65.3 万円のオプションもついていました。主に外装の仕様がね、エクスプローラーというね、探検に適したようなレイズドエアインテークとかね、高いところに空気の吸入口があると、そういうようなものがついている仕様になっています。それではディフェンダー110、こちらのエクステリアから見てみたいと思いますけれども、こちらね、サントリーニブラックというね、黒のボディカラーになっています。これ私もね、このサントリーニブラックのディフェンダーにしました。これね、なおさら黒だと余計いかつい感じになりますよね。さらにね、こちらね、エクスプローラーパックがついているので、フェンダーアーチのところがね、余計いかつくなっています。で、キュレーテッドスペックはね、ベースグレードを元に作られているので、こちらね、ヘッドライトは、周りのね、リングの部分が光らないものになっています。それでもね、LED ヘッドランプになっています。私が購入したね、スタートアップエディションっていうのもね、このようにリングが光らないタイプだったのでね、その辺はご注意ください。で、ウインカーはね、このようにサイドのポジションランプの部分が反転して光るようになっています。これがね、上位グレードとかになりますと、下の半円状のリングのところが、ポジションランプ、デイライトとして光るようになります。はい、そしてボンネットのところにディフェンダーというね、いかついロゴがついていて、ランドローバーのロゴもついています。そしてね、ボンネットデカール110とかついているの、これもエクスプローラーパックに含まれています。そしてサイドの方に回っていきましょう。ブラックのディフェンダーめちゃくちゃいかついですけども、最新版のね007にも出てくるそうです、このブラックのディフェンダーが。そしてボディサイズなんですけれども、全長4945、全幅1995、全高1970と、ほぼね 5m、2m、2m という巨大なサイズになっています。そしてね、サイドの方に近づいていきますが、こちらのね、ホイールブラックのやつは、これもねキュレーテッドスペックに含まれているものですね。標準だとこのホイールではありません。さらにね、110にはエアサスペンションが標準装備になっています。そしてね、ディフェンダーにはオールテレインタイヤが装着されています。これ試乗編でも言いますが、このタイヤ履いてても乗り心地良かったんですよね。そしてエクスプローラーパックの、特徴でもあるね、このねサイドの吸気口のところに、伸ばす煙突みたいなのがついていて、これがねレイズドエアインテークというものになっています。ここでね、水の深いところに入っても、空気が吸えるようになっているという形になっています。そしてディフェンダーはね、全幅2メーターありますけれども、ドアミラーがですね、自動防御になっているのプラス薄型になっているので、ミラートゥーミラーはね、そこまで巨大にはなっていないという配慮がされています。そして B ピラーももちろんピアノブラックになっていて、ドアのね、ドアハンドルもめちゃくちゃいかついですよね。そして C ピラー、D ピラーのところにも特徴的なね、こうなんか形になっていますけれども、これ後でね内装編でも詳しくお伝えします。これ黒だからちょっと分かりにくいですけれども、ガラスがねリアまで貫通するようなデザインになっていて、屋根が浮くようなフローティングルーフのようなデザインになっています。そしてリアなんですけれどもね、リアもねこう本当にコンセプトカーかっていうぐらいスパッと切り落とされたボディのサイドの断面になってますよね。そしてリアコンビネーションランプもね、こんな感じで四角いものが光るような4つ並ぶようなデザインになっていて、サイドのところの中央の部分がウインカーが光るようになっています。このリアビューもね本当に特徴的ですよね。そして巨大、さらにね、このバックにはディフェンダーというロゴがついているスペアタイヤもついているので、余計ねでかいというね形になっていますが、本当ねこの断面がスパッと切り落としたみたいなリアのねデザインになっているのも、これもね本当にコンセプトカーじゃないかと私初めて見た時は驚きました。そしてね外部にストレージがついていますが、これもねエクスプローラーパックですね。そして、ナンバー灯は LED で、マフラーはねこのような形に切りっぱなしのものが左右に見えてるんですけれども、これもねディフェンダーのキャラクターならこれでもいいかなという気はします。
続いて内装を見てみましょう。鍵穴はね見えるタイプになってますね。そしていかついアウタードアハンドルを開けると、でドアもねがっつりもう重い感じですね。そしてトリム上部はソフトパッドになっていて、ツイーターもついてますね。そしてここはねボディの素地が見えるようになっています、あえて。そしてさらにこのねボルトナットみたいなのが、見えるようなデザインになってますけれども、これもねちょっとタフな印象ありますよね。でここもソフトパッド、ここはハードプラですけれども、中央部分とかグリップの部分は、ちゃんとソフトパッドになっています。そして、ウィンドウスイッチは、LED で光るようになっています。でインナードアハンドルも一部くり抜かれるようになってますが、そんなにね穴は深くないですね。ここもソフトパッド、ここはハードプラですね。ここもハードプラで、ドアポケットの底面は、ゴムのような素材になっていて、スピーカーがついていて、でランドローバーの車はね、鋳造ヒンジになっています。そしてシートなんですけれども、こちらベースグレードが基本になっているので、このねエボニーのファブリックのシートになっています。でもこれもね十分かなと思いましたね、キャラクター考えれば。でシートリフターなどは、手動ですが、シートバックとかだけはなぜか、電動になっているとなんでこうなっているのかちょっとわかんないですね。そしてサイドシールのところにはディフェンダーのロゴがあって、でフットイルミはついていて、アクセルペダルは吊り下げ式ですね。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音ね、めちゃくちゃズムって感じでね、しかも気密性が高そうな音がしました。そしてディフェンダー110のインテリア前景はこんな感じですね。これベースグレードなんですけれども、これでも十分だなという質感とデザイン、他にもね何物にも似てないインテリアデザインになってますよね。そして高級感はあるんですけども、木目とかねアルミとかそういったね従来の価値観とはまた違った高級感の演出になっているというのは面白いなと思いました。でインテリアダッシュボード上部にはスピーカーがあって、ハザードランプはねこんなところについてるんですね。でも慣れてしまえば押しやすいかなと思います。でこの辺は全てねグリップのような形になっていて、ステッチ付きのソフトパッドになっています。この辺も全部つかめるようになってますね。そしてこちらね 10.25 インチのタッチスクリーンで、こちらね Apple CarPlay とか Android Auto は標準装備となっています。これもね今までのランドローバーとかの車よりも新しいシステムが搭載されているということなんで、私もね買ってますので、納車されたらねじっくり試してみたいと思います。続いてその下にはねスタートスイッチがありますが、メッキの加色がしてあって、その隣にはね、ガングリップタイプの電気式シフトノブになっています。これも最近のねランドローバーの車でおなじみですね。で横に倒すとシーケンシャルモードになるという形になってますので、 P はね押すタイプですね。でその隣にはですねエアコンの操作スイッチがありますが、ここはねダイヤル式になっています。これもね大きくてね操作しやすいし、さらに温度もね見やすいですよね。でしかもねこちらエアサスがついているので、車高の調整をするスイッチがあります。乗降するときには下がって、で運転し始めると上がると、そういう形になっているそうです。この辺もね物理スイッチであるのはねやっぱねありがたいですね。そしてオーディオノブもあります。この辺もね少し柔らか素材になっていて、白い部分はね陶器のような食感がありますね。でサイドの部分もニーパッドのところはソフトになっているし、中央部分にはねシガーソケットと USB ソケット、タイプ C のものも1個ずつありますね。でねオプションでスマホのねワイヤレスチャージングも装着可能となっています。そしてねこちら着脱式の蓋を開けるとドリンクホルダーになっています。ただこの蓋を置く場所がねちょっと悩みそうですね。ちなみにキーはこんな形ですね。キーレスエントリーもねわざわざオプションになっているってところがね、この辺が輸入車かなとも思います。そして、センターのアームレストコンソールを開けるとこんな感じ。中にはね特に、クーラーボックスとかにはなってないです。でここにも USB ポートがあって、でここね面白いなと思ったのが、ナビ画面の裏にもね、ちょっと物が置けるようになっているという形になっていて、ここディフェンダーというロゴついていますが、ここが白くなっているのはクロスカービームというねホワイトパウダーコートブラッシュドフィニッシュというのが35,000円でついています。そしてグローブボックスはこんな感じ、普通ですね。肝仕上げなどはされていません。続いてステアリングホイールなんですが、ここがね白くなっているのも先ほど言ったクロスカービームがついているからですね。このね、ザラザラとした陶器のような食感があって、これねぜひともつけたいと思いましたね。そしてステアリングスイッチなどがいろいろついてますね。
そしてねベースグレードのディフェンダーには二眼タイプのねアナログダイヤルのメーターになっていて、中央にね、ディスプレイがついていますが、ここにもね地図などが表示できるということなので、これでもね十分かなと思っちゃいました。そしてサイドのところにはですねトレイがあって、ここに電動パーキングブレーキついています。ディフェンダーではですねメルセデス同様にブレーキペダルをぐっと奥に踏み込むとホールドがされるというタイプになっているということですね。続いてオーバーヘッドなんですけれども、ミラーはねフレームレスタイプになっています。これねデジタルインナーミラーを装着することもできます。そして SOS コールがついています。緊急時にオペレーターにつながるというものですね。そしてサングラスホルダーもついているということで、さらにタッチ式のルームランプは LED になっています。そしてバニティミラーにも LED 照明付きということで、この辺も完璧ですね。ベースグレードでも装備はかなり充実しています。これ589万円からありますからね。そしてね A ピラーがかなりね垂直に立っているので、フロントの見切りも良いです。ボンネットもねほぼスクエアなんで、ボディのサイドの四隅がつかみやすいですね。続いて後席を見てみましょう。後席でもね正常解浄できるタイプになっているのはいいですね。そしてドアを開けるとこちらもね窓大きいですね。でトリム上部ももちろんソフトパッドになっていて、フロントドア同様にねボディ素地が見えてボルトナットが見えるタイプになっています。このねグリップの内側もちゃんと滑り止めの素材になっていますね。で肘置き部分もソフトパッドになっていて、こちらのねクリアエグジットモニターというのがついていて、降りるときにね後方に車両とか自転車が近づいていると光って教えてくれるという安全装備になっています。そしてねドアポケットがついていて、カーテシランプはついてないですね。はい、続いてシートの方を見てみましょう。こちらのね、ディフェンダー110にはオプションで3列目のシートが26万円で装着されているタイプになっています。まずね2列目から見ていきましょう。結構ねフロアが高いので、小さいお子様とかねお年寄りの方は大変かもしれないですね。ドア閉めた音はこんな感じ。後席もズムって重い音がしますね。で2列目はスライド可能で、今一番後ろにしている状態ですけれども、足元はね拳3つ分以上余裕でありますね。めちゃ広です。センターコンソールの後端にはエアコンの吹き出し口がついていて、こちらね3ゾーンのクライメートコントロールというのがね21万円で装着されていたので、エアコンも後席についていると。さらにシガーソケット USB、シガーソケットと電源も豊富ですね。そしてねセンタートンネルのところが非常に低いので、ほぼフラットになっているのもいいですね。真ん中にね人が座っても座りやすいようになっています。でね、ヘッドレストも真ん中のところにもついていますね。そして LED のルームランプがついていて、グリップもついていると。そしてねディフェンダーの特徴である上にねなんかちっちゃい窓がついてるんですよね。山を見るようなのかもしれないんですけれども、これがね特徴的となっています。3列目でもね明るくなってますね、これのおかげで。はい、続いて3列目にアクセスしてみましょう。こちらね試乗車7人乗り仕様で3列目は2人掛けとなっています。26万円でね3列使用化することができます。で2列目をこのように倒してよっこら小1って感じで乗り込むと、かなりね乗り込みはね大変ですね。で2列目を戻すとこんな感じで、2列目はねこの戻した状態だとかなり前目になっているので、この状態だと、拳は1個分あるかないかぐらいなんですけれども、なんとか座れると。で後席を一番後ろにしているとほぼ座れないですね。でなんとか2列目と融通すると、このぐらいのスペースになって、で右側だとねシートレールが足元が、すごく狭いので、左側に座った方がまだ広いです。で2列目と融通してもやっぱ拳1個分はないぐらいですかね。かなりね3列目はエマージェンシーって感じです。でヘッドレストもこのような形で立てるタイプになっているので、ぶっちゃけ、広々とはいかないですね。でシートの座面の高さも床面から意外と近いので、ややももが浮くような形になります。ただですね3列目にもちゃんとドリンクホルダーがあったり、エアコンのね風量を調節するつまみもありますし、エアコンの吹き出し口もあるしね、リアクォーターウィンドウもあるので明るいですね。USB のねソケットも左右にちゃんとついています。続いてラゲッジスペースを見てみましょう。ディフェンダーのリアドアはね横開きなんですよね。でさらにですね閉めるのがオートクローザーがついています。なのでハンドアみたいな状態になっていても自動で閉め上げてくれると。この辺はいいですね。
そしてドアを開けた状態で見ると、ここにねドアポケットもついていますが、その上にね三角表示板が収納されています。でさすがに3列目を使った状態だとラゲッジスペースもミニマムですね。でここのフロアを開けると、引っ張りのね牽引用のがあるぐらいで物は置けないですね。そしてこのシート背面の紐を引っ張るとヘッドレストも倒れて、さらにこの引っ張った状態で前に押すと3列目を格納することができるようになっています。で3列目を倒すと、ラゲッジ容量は743リッターで、2列目まで倒すと1826リッターまでラゲッジ容量を拡大することができます。この状態でね多分普段は使う人が多いんじゃないかなと思います。この状態でね743リッターあるんで、容量としてはかなり広いですね。そしてラゲッジボード自体も防仕様になっているので、濡れたものとか置いても平気ですね。そして2列目を倒すとですね、このように1826リッターまで拡大することができると。で完全にフラットになるかというとちょっと斜面になりますね。ただねここ防仕様になっているので、スキーとかスノボとかね、ウィンタースポーツだけじゃなくマリンレジャースポーツなんかもね、物を置いても、汚れても大丈夫というようになっているのはさすがディフェンダーという感じがしますね。といった感じでね、ランドローバーディフェンダー110、キュレーテッドスペック、内外装を見てみましたがいかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、やっぱよくできてるなと。これね結構欧州カー・オブ・ザ・イヤー候補なんじゃないかなと思うぐらい、今回のディフェンダーね、思わず私も買っちゃったぐらい、見た目に惚れて買ったんですけれども、内装においてもね質感も新しい、タフでありながら上質感があるというものになっていますし、実用面でもやっぱ3列シートもねオプションで選択できるということになっているので、実用面も十分じゃないかなと。そしてねタフな内外装だけではなくて本当にタフで水深90センチまで水をね渡ることができるということなんで、この辺もね本当頼りがいがありますよね。生き抜くサバイバルするための車という感じがあります。昨今ね台風とかで本当に浸水被害とかね車流されちゃったりしますが、ディフェンダーだとね生き残る確率も上がるんじゃないでしょうか。見た目だけじゃなくてね機能装備面でも物欲をそそる1台になっていると思います。ただね納期がこれもね恐ろしいことになっているので1年ぐらいかかっちゃうんじゃないかということで、私はね3月にスタートアップエディションというのを契約してますので、かなり早いね12月ぐらいには納車されるという予定になっています。またね納車レポートもお届けしますのでご期待ください。それではね次回、ついにディフェンダー試乗することができましたので、ドライブフィール編お届けしたいと思いますのでお楽しみに。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。